皆様こんにちは、セリナです。今回は今年のクリスマスコフレの中で一番注目度が高かったんじゃないかなというジル・スチュアート・ビューティーのホリデーコレクションミッドナイト・チェリーコレクションをご紹介していきます。ジル・スチュアートのコフレは毎年かなり人気で、特に今年は注目度が高かったということで、購入できなかったらご紹介を見送ろうと思っていましたが、予約できていなかったのですが、当日販売で購入することができました。今回もアイシャドウの単色塗りとパウダーは3つの質感とカラーで構成されているタイプなので、パウダーもそれぞれ単色塗りでの違いもお見せしていきたいと思います。少しでもメイクパターンの参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルでは他にも各ブランドのクリスマスコフレやサブチャンネルではコフレについてご質問やリクエストいただいた内容をアップしておりますので、気になっている方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ジル・スチュアートホリデーコレクションミッドナイトチェリーコレクション、1年に一度の真夜中のパーティーへようこそ。今宵はチェリーがあふれるティーパーティー。山盛りのフレッシュチェリーに生クリームたっぷりのチェリーカップケーキ、チェリーパイにチェリーティーも用意して、甘さと同時に胸をキュンとさせる甘酸っぱいチェリーは誰からも愛される魅惑的な果実。ときめくものだけが詰まったジル・スチュアートのホリデーコレクションとともに、今宵は誘惑に身を委ねてということで、セット内容はポーチとブルームクチュールアイズミッドナイトチェリー、色とりどりのチェリーを詰め込んだような7色セット、透明感のあるピュアな目元を叶え、様々なメイクパターンが楽しめる限定アイカラーパレット、そしてルーセントグローセッティングパウダーミッドナイトチェリー、セミマットもツヤも仕上がり自由にコントロール、肌のトーンを明るく整え、血色感のある印象に導く限定デザインのプレストパウダー、そしてブルームドロップリップ&チークシフォンミッドナイトチェリー、もぎたてのフレッシュなチェリーカラーで唇と頬を優しく彩る、真夜中のティーパーティーをイメージした限定デザインのリップ&チーク、甘酸っぱいチェリーのようなモーブピンクのカラーでノンパールタイプです。まずはパウダーから実際に塗っていきたいと思います。今回のパウダーは3つの質感とカラーがセットされていて、こちらの A はシフォンパウダーのセミマットタイプ、肌を明るく見せるホワイトのノンパールタイプで、下の2色がシマーグロータイプのツヤタイプ、B が透明感を出すパープル、繊細なレッド、シルバー、パープルパール、C が血色感を与えるピンク、繊細なレッド、シルバー、ゴールドパールで構成されています。まずは付属のパフを使ってパウダー全色を混ぜ合わせて、こちら側半分に塗ってみたいと思います。ファンデーションはちょうど標準色を塗っているので、明るさやカラーの感じはわかるかなと思います。すごく綺麗な透明感が出ますね。でも意外と白くなりすぎるという感じではないので、すごく綺麗です。はい、3色をパフで混ぜ合わせて、こちら側半分にしっかりと塗ってみました。ピンクやパープルの透明感をアップさせてくれている効果が分かりやすいかなと思います。パフもすごく柔らかいタイプなのと、粉質も柔らかくてしっとりとしているので、アップで見てもこんな感じで、パフでしっかりとつけても全然粉っぽくならなくて、トーンアップ効果だけではなく粉質もすごくいいなと思います。3色混ぜ合わせて使うと、セミマットタイプで一度毛穴や凹凸をフラットにした上にピンクやパープルのツヤの透明感が足される感じなので、混ぜ合わせて使うと内側から発光したような程よいツヤに見えてすごく綺麗だと思います。手元で見た時は結構ラメを感じましたが、肌にのせてみると自然なツヤという感じで、ラメは全然
目立たないですね。自然光で見ても白っぽくなりすぎる感じはしませんが、室内で見るときよりも肌の上にラメが乗っているのが分かりやすいかなと思います。パウダーの質感がすごく綺麗だったので、反対側にはこの A のセミマットタイプのみを塗るとどんな感じなのかも見てみたいと思います。パフに取るとツヤカラーも混ざってしまうので、ブラシで塗ってみたいと思います。マットタイプだけだと毛穴をふわっとぼかしてくれる感じですごく綺麗ですね。でも重たいセミマットという感じではなくて、透け感も残るようなタイプです。はい、こちら側に A のセミマットタイプのみ塗ってみました。こんな感じでセミマットタイプも全然粉っぽさがなくて軽くて綺麗なのと、毛穴や凹凸をフラットに見せてくれています。全色混ぜ合わせた方と比較してみると、頬のあたりのツヤの違いが分かりやすいかなと思いますが、セミマットタイプにも程よい透け感と自然なツヤも感じられますね。自然に肌トーンをアップしてくれる感じもするので、セミマットの部分のみを取って使っても綺麗だと思います。では B と C もそれぞれ半眼ずつに塗ってみたいと思います。まず B ですね。単色に塗ると結構パープルのカラーが出ますね。小さいブラシに取って塗っていますが、パウダーは綺麗に馴染んでくれます。C は明るめのピンクカラーという感じで、肌を柔らかく見せつつ血色感も与えてくれる感じですね。はい、それぞれこちら側に B のパープル、こちら側に C のピンク塗ってみました。両方とも単色で塗ると結構パールの発光感がわかる感じなので、ツヤ肌に仕上げたいという時は綺麗かと思いますが、個人的には一度 A のセミマットタイプで毛穴や凹凸をフラットにした上にこのツヤタイプを重ねる方が綺麗かなと思いました。ツヤ感は同じくらい出ていて、B は青みを感じるようなパープル系なので、しっかりと透明感のあるツヤが出ていて、C は柔らかいピンクのツヤという感じですね。それではアイシャドウ、まずは単色塗りしてカラーを見ていきたいと思います。今回のパレットにはそれぞれ番号とカラーの説明の記載がありました。まずこちら A のカラーはトーンアップ効果のあるシマーブライトカラーということで、ピンクホワイト、シルバー、レッドパールが配合されています。A はベースのカラーということで、このパレットの中で1色だけクリームタイプのテクスチャーです。軽くて伸びがいいタイプのクリームですね。まぶたにのせてみると、ホワイトのベースにシルバーの大粒のラメが見えて綺麗ですね。はい、まずは A のベース、こんな感じでした。伸びのいい軽いテクスチャーのクリームベースで、肌になじませてしまえばベタつくことなくさらりと仕上がっています。カラーとしてはピンクホワイトとのことですが、まぶたの上にのせてみると結構明るさが出るホワイトという感じですね。シルバーとピンクの大粒のラメが輝いています。そして左側から順に透明感のある彩りのペタルカラーということで、 B のカラーがレッドパールがきらめくオレンジ、大粒レッド、シルバーパール、繊細なレッドパール。まぶたにのせた瞬間から、大粒のレッドとシルバーのパールがキラキラと輝いて可愛いですね。ベースのパウダーはふんわりとした質感のタイプです。はい、B のカラー単色で塗るとこんな感じでした。手元で見た時よりも大粒のレッドパールがすごく目立っています。ベースはふんわりとした質感でピンク寄りのオレンジという感じなのですが、レッドのパールがしっかりと輝くからか明るめのオレンジカラーに見えますよね。大粒のグリッターアイシャドウを上から重ねた時のような仕上がりで可愛いです。C はゴールドパールで肌なじみのいいピンクベージュ、大粒レッド、ゴールドパール、繊細なシルバーパール、
C は肌なじみのいいピンクベージュということで、手元で見た時もすごく馴染んでいたからだなと思いましたが、まぶたの上にのせても少し柔らかいピンクのカラーがつくかな程度で、使いやすそうですね。ジェルスチャートのアイシャドウは粉質が軽いので、指でもすごく塗りやすいです。はい、C はこんな感じでした。こちらもふんわりとした軽い粉質のベースに大粒のラメが輝いています。ゴールドのラメが効いていますね。D はレッドパールと少しのブルーパールがアクセントのボルドー。大粒レッド、ブルーパール、繊細なレッドパール。今回のコレクションらしいカラーですね。先ほどの B や C よりもさらにしっかりとカラーが発色します。はい、D のカラーはこんな感じでした。ゴールドカラーのベースにレッドパールのニュアンスが出されています。説明の通り、本当に微細なので映像では分かりにくいかなと思いますが、ブルーのラメも効いているので、透明感を引き出してくれて可愛いです。続いて E、レッド、ゴールド、シルバーが輝くパープルブラウン。大粒レッド、ゴールド、シルバーパール、微細なパープルパール。こちらはパープルブラウンというカラーで、絶妙なくすみ感があって、すごく可愛いです。シルバーパールが綺麗ですね。はい、E のカラーはこんな感じです。パープルブラウンというよりも、くすみ感のあるピンクパープルのような発色ですね。レッド、ゴールド、シルバーのラメが入っているとのことですが、まぶたの上にのせるとシルバーラメが一番キラキラと輝いています。そして F、サテンのような質感のモーブパール。繊細なレッド、パープルパール。他のカラーと比較するとラメは抑えめですね。はい、E のモーブパープルはこんな感じでした。サテンのような質感のタイプとのことですが、ツヤツヤしすぎていないので、他の大粒ラメのカラーと組み合わせても使いやすいかなと思います。青みの深みのあるピンクという感じですね。最後 G のカラーがレッドとパープルのパールが輝く赤みブラウン。大粒パープルパール、繊細なブロンズレッドパールです。今回のパレットの中で一番深みがあるカラーですね。すごく可愛いです。はい、G はこんな感じでした。カラー説明の通り、まさに赤みブラウンという感じのカラーですね。大粒のパープルパールと繊細なブロンズとレッドのパールが効いているカラーとのことで、パープルパールが綺麗ですよね。ではここからはアイシャドウを使ったメイクご紹介していきます。まず A のベースを指に取ってアイホール全体に塗っておきます。ベースの時点でラメが効いているのでマットタイプのアイシャドウのベースとして使っても良さそうですよね。続いて E を指に取ってアイホール全体にのせていきます。シルバーのラメが輝いているくすみカラーがすごく可愛いですよね。アイシャドウベースと合わせるとよりツヤ感が増して綺麗です。続いて G を指に取って上まぶたの目の際にしっかり発色させていきます。このカラー赤みを感じるブラウンで重くなりすぎなくて血色感も出てすごく絶妙で可愛いカラーだなと思いました。シルバー系のラメが効いているカラーと組み合わせるとより透明感もアップして大人っぽいピンクパープルメイクに見えて素敵です。しっかりと
目を開けた時にカラーが見える位置までぼかしていきます。続いて B を指に取って上まぶたの黒目の中心にトントンと重ねていきます。今回のパレットはどのカラーにもしっかり大粒のラメが輝いていましたが、この B のカラーの大粒レッドパールがすごく華やかだったので、こんな感じで出していきます。ベースのオレンジカラーが加わるので温かみもプラスされて可愛いです。 D のカラーを付属のチップの太い目に取って下まぶた全体に入れていきます。上まぶたは落ち着いたカラーで組み合わせたので下まぶたに明るめのピンクを入れていきます。最後 A のベースを付属のチップの細い面に取って上まぶたの目頭くの字にトントンと入れていきます。クリームベースですが肌に馴染むとさらりと仕上がるのとラメが効いているのでここにハイライトカラーとして入れても可愛いです。はい、こんな感じでパレットを使ったメイク完成しました。今回どのカラーもベースはふんわりとしていて、その上に大粒のラメが輝くような感じだったので、単色塗りでも可愛かったのですが、特に青みを感じるようなくすみカラーが大人っぽくて素敵だなと思ったので、深みのあるカラーを中心にグラデーションにしてみました。最後にオレンジのカラーを足すことで少し血色感も出して、クリームベースのラメを活かして目頭に明るさを入れてみました。トレンドのピンクパープル系メイクに仕上がるのと、組み合わせ方次第では意外と大人っぽいメイクも楽しめますね。最後リップチーク塗っていきます。結構発色がしっかりめなので、チークとして使うときは手の甲に一度出して少量指になじませた後トントンと軽くタップするように重ねていく方が綺麗に使いやすいです。肌になじむと内側からじゅわっと蒸気したように自然に色づく感じで柔らかいイメージですごく可愛いですね。肌へなじむのも早いので色持ちも良さそうです。はい、まずチークに使うとこんな感じでした。肌にふわっとなじみつつ程よいツヤも出てすごく綺麗ですよね。カラーは手元で見た時よりも明るめの青みピンクという感じです。最後にリップとして塗っていきます。リップとして塗るときは直接塗っても大丈夫そうですね。はい、リップに使うとこんな感じでした。塗りたてはみずみずしくて伸びのいいテクスチャーですが、時間が経つと唇にピタッと密着してマットに仕上がります。密着感が高いので、リップにもチークにも色持ちが良さそうでいいですね。はい、ではこんな感じでジル・スチュアートのミッドナイトチェリーコレクションご紹介していきました。まずパウダーは質感がとても良くて、特にこの A のマットタイプが軽いのに毛穴や凹凸をふわっとぼかしてくれました。ツヤタイプだけで仕上げても綺麗ですが、個人的にはマットも合わせて使った方がよりこのパウダーの良さが引き出せるかなと思います。アイシャドウもどのカラーも単色塗りでも可愛かったですが、重ねていくことに深みを増すことができて、いろいろなカラーの大粒ラメも楽しめました。組み合わせ次第では大人っぽいピンクパープルメイクも可愛らしいピンクメイクにも仕上げられそうです。リップ&チークも既存品ですごく人気が高いということで、今回初めて使ってみたのですが、チークに塗った時にふわっと内側から蒸気したような質感になりつつも程よいツヤも出てくれるところと、ピタッと密着してくれて
リップにもチークにも崩れに強そうなところがマスク生活に大活躍だなと感じました。今回のコレクションは青みを感じるピンクパープル系に統一されているので、簡単にワントーンでメイクが仕上がってすごく素敵だなと感じました。ものすごく人気のアイテムだったので、もし見つけた方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。